はい、どうも、てなんです。本日なんですけども、スーパーをプラプラと歩いておりましたら、ちょっと珍しいというか、あんまりスーパーでは見かけないエビが売ってましたので、本日はそのエビを使ってエビフライを作っていこうと思います。久々の揚げ物ですね。というわけで早速、本日も作っていきましょう。さあ、では作っていきましょうか。今回の調理編の大きな2つの要素としては、エビの下ごしらえ。それと忘れちゃいけないのが、タルタルソース。今回はだいたいこういう感じかな。ではまず最初に、タルタルソース作りから参ります。ということで今回のタルタルソースの材料を、せーの。こちらからゆで卵、マヨネーズ、玉ねぎ、ピクルス、ケイパー、レモン、塩、胡椒、ガーリックパウダー。んで、このケーパーなんですけど、風潮木のつぼみをワインビネガーで漬けたもの。まあだから言うならばこれもピクルスなんですけどね。結構スーパーの瓶詰めとかを売ってあるコーナーにちょこんとありますんで。で、味とか香りとしては白ワインビネガーの酸味がパーンときて、で、その後にね、なんて言うんだろうね。フレッシュだけど最後ちょっと渋みがあるような。なんかそういった感じ。んで、今回の比率が、12個、3個、7本もっさり適量。まあ多分これは1本は使い切るとは思いますけど、まあ様子を見ながら合わせていきましょう。そんならばタルタル作りに参ります。で刻んでてさすがに3玉分は多いなってなって、こちらが2玉分ですね。残り1個分はこちらに取り分けてるんですけど、これはまた別の料理で使っていこうかなと思います。そしたらこの玉ねぎのみじん切りにはお塩を振って全体になじませて、この塩の浸透圧を使ってちょっと玉ねぎの水分を抜きます。でピクルスはこの両端の硬いとこだけ落として、でこのケーパーは普通にザクザクっと刻んであげるだけ。そしたら先ほどの玉ねぎからもじゅわっと水分が出てきましたので、この水分をしっかりと絞ってさらにこれの水気をペーパーでしっかりと拭って、これで準備完了。で今の作業で結構お水出るでしょ。これがタルタルソースに入っちゃうとベシャベシャになっちゃうんですよね。まあベシャベシャはベシャベシャでまた美味しいんですけど、そしたらいよいよタルタルソースの仕上げに参ります。まずこの卵を包丁でみじん切りにしたりとか、あとは卵切り器でカチャンカチャンってやったりとか、まあいろいろやり方はあるんですけど、やっぱり僕は握りつぶす。やっぱこれが一番早いし洗い物も出らんし、そして何よりこれめっちゃ気持ちいいんですよ。なんかね、飲食店でも結構これされてるとこ多いんですって。あらかた大きな塊が潰れたところで玉ねぎとピクルス、そしてここでこの時最後ねレモンをねギュッと絞るので気持ち固めかなぐらいでいいかなと思います。そしたら味を見ながら塩と胡椒とガーリックパウダーで味を整えて、もし甘めなタルタルソースがお好きな方とかやったらこのタイミングでお砂糖を加えてもらえたら僕はいいかな。なんかこのタイミングでお砂糖を加えるとなんかちょっとこれ水っぽくなりません？水分量が上がるというか柔らかくなるというか、これ気のせいかな。いや多分僕と同じことを思ってる方いらっしゃるはず。まあいいや、仕上げに入りましょう。あとはここにレモン絞って、これで完成。あとはラップをかけて出番が来るまで冷蔵庫で待機。それではここからいよいよエビの下処理に入ります。ではまず本日のメイン食材の登場です。こちらがオーストラリア産のオーストタイガーっていう種類のエビですね。あんまり聞き慣れない名前かもしれないんですけど、おそらく皆さん必ず一度は食べたことがあると思います。
このオーストタイガーすごく見た目が綺麗だと思うんですよ、赤色で。でこれ塩茹でとかしてあげると身の方にもバッチリと綺麗な赤色が出るんですよ。だからおせちとかに使われるエビなんですよね、これ。ではまずこちらの頭を取って、で殻むいて背わたとこの尻尾の処理っていうところまでいきましょうか。でこの頭の取り方なんですけど、鮮度のいいエビだと頭もいでこのまま背わたまでツーッと抜けるんですけど、さすがに解凍のエビなんでそれは無理なので、どうせ背わたが一緒に抜けないのであればより見た目が良くなるように今回は包丁で落とそうかな。あとは殻をむいて、で今回殻を剥くにあたって尻尾側ギリギリまで美味しく食べたいなと思って、一番尻尾に近いここの殻まで剥いてあるんですよ今回。だからもしかしたら油で揚げた時にこの尻尾がぐにゃんと曲がってなんかこんな風にかっこ悪い感じになったとしてもまあご愛嬌ということで。そしたらここからはエビといえばの背わた取りですね。養殖物のエビとかやと結構このふんだしとかもするんであんまりね背わたが入ってないこと多いんですけど、今回のこのオーストタイガーは天然物なんで結構ね立派なものをお持ちですね。これに関してはもうじっくりじっくりいきましょう。この背わたを抜く時なんですけど、プツッと入れてやる時頭のこっち側結構スルンといきやすいんですけど、尻尾のここら辺が結構プチって切れちゃうこと多いんですよね僕の場合で。光に透かしてみてここに糞が溜まってるなっていう時、エビってここら辺ぐらいまでは背中キワッキワにあるんですけど、ここら辺に来るとちょっと内側に入るんですよ。だから無理にほぐそうとすると身がボロボロになっちゃうんで、僕の場合これ見えるかな、ここをビュッと押すとエビの123ってある尻尾の中のここ、ちょうどここから糞がビュッと出てくるんですよね。ここを竹串でこうクリクリっとしてあげると尻尾のキワキワまで取れるっていう、こういう風にして、あとは尻尾の先端を落として溜まってる汚い水分をしごき出して、この処理をしてないと揚げる時にこうパチパチ危ないので、あとあんまり衛生的にもよろしくないかなと思うし、もうあとここまでくればこちらのものですね。片栗粉と酒、そしたら水ですすいで、てかすごいね、普通のエビってこれ黒くなるんですけどこの子でやると赤くなるんですね。初めて知った。あとはよーっと水分を拭ったら天ぷらの時と同じようにこっちのお腹側に斜めの角度で5ミリ間隔で切り込み、結構深めに半分まで。そしたらお腹を下に向けて、これ音聞こえるかな、筋を伸ばしてあげて、これで完成。ではいよいよここから衣付けですね。ではまずは衣付けに使うバッター液から作っていこうと思うんですけど、バッター液っていうのがよく揚げ物をする時に小麦粉、卵、パン粉っていう風に順番でつけていくと思うんですけど、これが面倒だから小麦粉と卵をもう水で溶いておきましょうっていう、そういうやつですね。でこのバッター液を作るにあたってここまでのエビの下処理とか全部そこら辺は前置きになります。今回の本編ここです。揚げ物をするとき基本的にこの薄力粉を使うと思うんですよ。でも今回はこっちの強力粉で作ったバッター液とこれを食べ比べしたいなと思いまして、っていうのがね、なんかこの薄力粉と強力粉どっちを使うかによって揚げ物の仕上がりが変わってくるんですって。ざっくりとご説明すると、すいません、また理屈っぽいこと話します。聞きたくねえよって方は1分から2分ぐらいスキップをお願いしますね。そもそも薄力粉と強力粉何が違うかっていうと、粉に含まれてるタンパク質の量の違いらしいんですよ。薄力粉が 8.5% 未満で強力粉が 12% 以上だから、薄力粉の方がグルテンが少なくて強力粉の方がグルテンが多いみたいで、このグルテンっていうのがこれ僕も初めて知ったんですけど、なんかこの2種類のタンパク質、グリアジンと
グルテニンっていうらしいんですけど、これに水が加わるとこの2つが絡み合って粘りっ気のあるグルテンが出来上がるんですって。この粘りっ気のあるグルテンの多い少ないで、薄力粉で作ったバッター液だとサラッとしてて、強力粉だとドロッとして、この粘度の差で薄力粉は薄い衣、強力粉は厚い衣だから、薄力粉の方が食材の水分を飛ばしやすいからサクッと軽い揚げ物に仕上がるんですって。でも強力粉の場合は食材の水分を中に閉じ込めるからジューシーな揚げ物に仕上がるんですって。ってなったら食べ比べしてみたいよね。っていうことで2種類のバッター焼きを作っていきましょうか。で、僕のバッター焼きはだいたいこういう感じ。小麦粉、お水、卵で、それぞれが 100g100ml2 個で、卵2つでだいたい 100g ぐらいなので、それぞれ3つとも同じグラムっていう感じ。そしたらそれぞれを合わせて、で、別に天ぷら衣を作ってるわけでもないので、これはダマが残らないようにしっかりと。もうね、この時点で全然違いますよ。薄力粉がこういう感じで、強力粉がこういう感じ。明らかにこっちの方がドロドロしてますもんね。食べ比べが楽しみや。そしたらあとはパン粉ですね。そしたらまずはバッター液にくぐらして、余分な液はしっかりと切って、あとはパン粉。パン粉つけるときちょっともったいないなと思われるかもしれないんですけど、たっぷりのパン粉を使ってパン粉の上からパン粉をつけてあげるような感じ。こうしてあげないとパン粉が立たないんですよね。こっちが薄力粉、こっちが強力粉。もうね、見た目でわかるね。明らかにこっちの方が衣が分厚い。で、いつもだったらもうこれを油で揚げて、でお皿に盛り付けて、いざ実食編へゴーってやるんですけど、170本ぐらい動画を上げてきてようやく気づきました。冷めた揚げ物は美味しくない。ということで、この状態のまま実食の部屋に持ってって、で向こうで油を温めて揚げながら食べていこうかなと。というわけで、これでエビフライの下処理終了。あ、今気づいた。やば、これ僕下味売ってないやん。皆さんが使われるときはこのバッター液にくぐらせる前にエビに塩コショウを打ってくださいね。これに気を取られすぎて完全に忘れてた。まあそういう時もあるわさ。で、あとはこのエビの頭と殻なんですけど、こっちの殻に関してはまた後日このエビ油を作っていくんでいいんですけど、こっちの頭を使って今日は味噌汁を作っていこうかなと思います。もうパパッと終わりますんでね。そしたらこのエビの頭はまずは火にかけて、まずは軽くからいり。エビのいい香りがしてきたら昆布の戻し汁。そしたら沸騰する前に昆布は回収。まあこの昆布に関しては入れっぱでもいいような気はするけど、沸いてきたらこのアクは取りながら、そうやな、今回20分くらい煮出していこうかな。煮出し終わったらこの殻は除去して、でさらに細かい殻を除去して、これにてエビだし完成。抜群にうまい。で、残念ながら今日僕の冷蔵庫の中お豆腐しかなかったので、具材はお豆腐だけにしようかな。あとこれもあるわ。タルタルで余った玉ねぎのみじん切り。これは薬味として最後にバッと振りかけようかな。あとは味噌を溶かせば、すごく物寂しいけど一応味噌汁の完成。ということで、あれから3日ほど経過いたしました。なんかね、微妙にお腹空かないというか、めっちゃお腹空くまで待ってたら3日かかっちゃいましたね。こっちのエビフライはもう冷凍してあって、こっちのお味噌汁は冷蔵庫に入れてたんで腐ってるわけではない。大丈夫なはず。そんならば最後にこちらの盛り付けに参ります。まずはキャベツの千切り、あとはレタスやらなんかそこらへん、あとはベビーリーフやらをあしらって、これにて完成。あとはここに揚げたエビフライを立てかけていく感じですね。あとは揚げ油を用意して、はい、これでエビフライセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。今回はいつにも増してテーブルが狭いね。
んで今回も帽子着用でいきますね。ちょっと髪の毛混入防止でですね、今回も前回と同じような流れでいきます。まず飲みたいので、最初のうちは普通にエビフライをおつまみとして食べて、でお酒に満足したら最後ご飯とお味噌汁つけて定食にしましょうか。てなわけでして、いただきます。やっぱりビールは裏切らん。じゃあちょっとこの油が温まるまでにちょっとサムネイルの関係もありまして、最初まず 2,30 本をまとめてあげようかな。本当はね揚げたてが食べたいんですけど、しょうがない、これが YouTuber というもので、もうそろそろいい感じですね。じゃあまずこっちの薄力粉からいこうかな。もう大丈夫そう。で入れたら衣が剥がれない程度にちょっとゆらゆらさせてあげると衣が立つらしい。こんがりときつね色になったら揚げるときは先端をちょん、これで油を落として最後パッパ、先端ちょんからのパッパ。揚げかすはその都度きれいにしつつ、どんどん揚げていきましょう。でちなみにこっちが強力粉の方、明らかに太いもんね。っていうかね、今こんだけ揚げて思ったんですけど、残りがあとね12、3本しかない。おかしいな、今回50本用意したんやけどな。あれ50本ってこんな少ないっけ。やべ、大した大食いでもないな。まあいいや。よし、できた。ていうかもうこの音聞こえるかな。箸でわかるこのカリカリ感。じゃあまずは何もつけずそのままで。うまっ。ザックザクやね。言わずもがなでビールと合う。で薄力粉と強力粉結構違いますね。薄力粉の方がサクッとクリスピーな感じで、強力粉の方がねなんかちょっとねエビのフリッターみたいな、ジューシーっていうよりかはふかっとしてるかも。個人的には強力粉の方が好き。まあどちらかといえばって話ですけどね。やっぱ僕は強力粉が好きやな。そうしましたらお次はタルタルソースたっぷりとかけて、もう最高にうめえ。やっぱこの組み合わせやな。エビフライには間違いなくタルタルよね。まあ正直揚げ物とマヨネーズっていうもうこのカロリーがすごすぎて結構罪悪感はありますけど、これがまたいい。でエビフライの油とタルタルソースを吸ったこの野菜たちがまた影の主役。まあ今回こんだけキャベツの千切り食ったらまあ実質ゼロカロリーでしょ。そしたらお次は僕使ってみたい調味料があったんですよ。まずはこちらのエビフライにこれドロソース、以前いただいたんですけどなかなか食べる機会なくて、何気に人生初ドロソース。もうこのソースべしゃべしゃにつけて、ドロソースってこんな感じなの。うわすげえ、めっちゃスパイシー。これうまっ。そして結構辛っ。唐辛子のカプサイシン系や。でもなんだろう、クローブなんかそっち系の香りがする。うわドロソース美味しい。初めて食べた。うわ結構辛いな。でもこの辛みのあるおかげで
酒がめっちゃ進む。辛っ。で、今更ながら今回のオーストタイガーなんですけど、一回冷凍しちゃってるんで、ちょっと香りとか味飛んでるかなっていう感じもあるっちゃあるんですけど、それでもやっぱオーストタイガーやね。味わいとしても香りとしてもしっかりしてるね。で、身質としてもプリッと結構弾力の強いエビなんで、結構食べ応えしっかりあるかも。で、さすがに今回のこの泥ソースにはかなわんかったけど、このくらいのタルタルソースであれば、なんとか口の中で共存できてるかも。揚げ物食べてるっていうよりかは、ちゃんとエビフライ食べてるって思えるような、そういう感じかな。そんなら僕はちょっと静かに飲みます。そんならば最後、とどめの味付けいきますか。泥ソースからの、はい、タルタルドーン。いや、やっぱこれだね。ソースとタルタルのダブルパンチ。やっぱ揚げ物に上品さはいらんね。下品でいい。で、こっちも含めてもうそろそろ終わりそうなんで、また油を温めようかな。そんならばこっからは揚げたて堪能タイムといきましょうか。やっと揚げたてが食える。そんじゃいよいよ揚げたていきますか。これはレモンでいこうかな。さっきまでと全然違え。マジで別物の料理ですね。特にエビの食感が全然違う。ふわっとしっとりとプリッとって感じ。やっぱ揚げたてはうまいわ。今度から揚げ物こういう感じで作ろうかな。泥ソース、揚げ物最高。あったかいし。で、ここで1個ちょっと問題が発生しまして、今ここにあるもの6本で、残りあと4本。さあどうしましょうか。よし、分かった。じゃあこれを最後の締めに使おう。で、ここの6本で最後あと2本飲もう。最後どういう感じの締めにしようかな。これ卵とじにしようかな。エビフライの卵とじ丼っていう感じで。でもとりあえずはまずはもうちょっとだけ飲もう。せっかくのね、エビフライやけんね。食べ頼んだ。そうしたら締めに行きましょうか。カリッと揚がったところで一度この上を整理します。せーの。まずはこちらのお味噌汁に玉ねぎのみじん切りっぽい、これでお味噌汁完成ね。じゃあ続いてこちらの親子鍋に玉ねぎのみじん切りんで、おだし、昆布とカツオの普通の合わせだしんで、醤油、酒、みりん、だし、醤油、酒、みりんの比率が4対1対1対1。すごくオーソドックスな比率で。そしたら点火。この間に溶き卵の準備。ちなみに今回は卵2つ使っていきます。お出汁が沸いてきたらエビフライ加えて、まずは一発目の卵、先に火の通りにくい白身から入れてあげるようなイメージで。最
最初の卵は割り下を抱え込ませるための味を含ませる卵で、2発目のこの卵が半熟トロトロにするための卵。あとはちょいと蓋をして10秒くらいしたら火を止めて蒸らして火を通す。これが僕の卵とじの作り方です。卵を2回に分けて入れるやり方ね。せーの。あとはこれを勢いよく今ので底を外してあげてご飯にスライド。最後もうちょっと玉ねぎのみじん切り。エビフライの卵とじ丼完成。絶対にうまいやつ。これはもう外さんよね。では早速食べていきましょうか。ではまずこちらから。やっぱしこの丼の正しい食べ方は問答無用でかっこむべし。あーうまっ。文句なしでうまいわ。味の濃さもバッチリ。揚げたてサックサクのエビフライも美味しいけど、やっぱカツ丼みたいにさ、この割り下を吸ってほわっとなった衣がうまいよね。衣も美味しくなるし、この衣からの油分が染み出たこの卵の部分も美味しいし、もうまさに相思相愛って感じ。やっぱ自宅での一人飯ってこのくらいちょっと汚いぐらいでちょうどいいよね。もうすごい。もう味噌汁ここに来た段階でここエビんで一口すすると口、喉、鼻全部エビ。若干くどいと思うぐらいエビ。もうちょっと薄く取ってもよかったかな。だってもうエビの香りがすごすぎてビールと合わせられるもんね。エビすごっ。豆腐の味がせん。そんならば最後の締めもパパッと食べきっちゃいましょうか。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。ただ今回分かったこと、エビフライ50本は少ない。あれの倍くらい欲しかったかな。なんだろう、なんか今回はちょっとしたランチ気分って感じでしたね。たまにはいいでしょ。で、今回バッター液の薄力粉と強力粉、あれの食べ比べがしたかったんでこれを作ったんですけど、先ほども言いましたけど、僕やっぱ強力粉の方が好きかな。ふわっとした口当たりというかね。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。